皆さんごきげんよう、上川かおるです。今日2022年7月8日は非常に衝撃的な事件が発生した日です。安倍元総理が奈良県で選挙応援演説中に聴衆の一人から銃撃を受け倒れたのです。犯人による発砲は2度行われ、それによって安倍総理は倒れ、現在非常に危険な状態に陥っています。犯人はその場で捕らえられました。この人物についてはすでに報道が行われていて、元自衛官だというのが一つ肩書きとして紹介されています。しかし、紹介されているその肩書きについては、あくまでも3年間の任期付きの自衛官であり、決して何年もずっと勤め続けていた自衛官ではありません。2002年から2005年の3年間にかけての任期付きの海上自衛官だったということです。直近の10年間一体何をやっていたのか、そちらの方が私は重要だと思います。随分昔の肩書きを持ってきて自衛官の行った犯行だと報じるのは私は間違っていると思います。そして今回の銃撃事件においては、選挙の応援演説で安倍総理は言っていた関係で、多くの人々が写真撮影や動画撮影を行っていました。ですから事件直後から数多くの映像が出てきて、犯人がどこにいてどのような行動をとり、最終的な事件を起こしたかも明らかになっています。安倍元総理はもともと知名度の高い人物ですから、こうした応援演説においても警備は地元警察を中心にしてしっかりと行われていたとされています。しかし現場での撮影映像を見る限りは、場所それ自体はしっかりと選定されているものの、犯行の直接の現場となる安倍元総理の背後について言えば、私は死角になっていたと思います。まず現場から地図をご紹介しますが、駅前近くの車道の一つ、ガードレールで囲まれた場所です。背後に車道、そして左右にも車道、さらには前方は歩道が横切っている状態で、それらから囲まれる形でガードレールがしてあるので、いわば近づいてきて刃物であったり暴行を加えようとする人物に対しては守りがしっかりしています。しかし残念ながら今回の凶器は手製の銃ということが分かっていて、ガードレールでは守れる場所ではなかったわけです。そして犯行時点の映像なども報道はされていて、その時気になるのは何といっても安倍元総理と同時に関係者全員が聴衆に向かって顔を向けている状態でした。もともとついていた SP さんは横側を向いているのですが、残念ながら背後については誰も見ていないように見えるのです。誰も見ていなかったであろうその背後、車道を隔てた歩道側に犯人はいて、その歩道から犯人は車道へと出てきて、カバンの中にしまっていた手製の銃を持ち出して安倍総理を銃撃を行ったのです。ここでも解決しなければならないポイントが出ました。犯人が使ったとされる銃は当初散弾銃と表現されていました。しかし散弾銃と言われると、私たちは警察に許可を受けて漁師さんが持っている猟銃のことかなと想像するわけですが、現場で見る限りそのような正規品ではなく、本人が自作した銃のようです。ですからこのこと自体をもってして何か日本の銃規制問題に触れるのは話は違うでしょう。しかし現代においては銃器そのものについて言えば、どのように作るかといった点についての言及はインターネット上で情報はそれなりに出ていますから、今回の事件を一旦横に置いていたとしても、いずれはどこかでこのような事件が起こり得たという状況にあるのは間違いありません。そして今回銃によるこのような事件が起こった以上、今後選挙活動においても私たち日本人はもう銃は日本にはないんだからそんなに気にするべきではないといったこの意見そのものも見直さなければならないことになったのです。では銃社会における選挙活動とはどのようなことになるのでしょうか。それは日本においては街頭演説といったような誰が来てもいいですよという形をとるわけですが、銃がたくさんある社会においてはそのような場所での演説というのはどこかからピンポイントで狙撃されてしまう危険性もあります。ですから建物の中に演説会場を設けて、その会場の中に入ってくる聴衆については入り口で全員手荷物検査をして、危険物を持っていないことをある程度保証した状態での演説会が開催されることとなります。もちろんそれだけでは多くの人の耳に届かないわけなので、会場に来た人たちだけではなく、そこにインターネット中継などを通じてより多くの人たちに聞いてもらおうとするわけです。今回の事件を契機としてそのような形式へと移行しないというのであれば、今後同じような銃撃事件が起こって誰かが犠牲になった時、それは想定しうる
事件だったわけで、そのような警備体制ややり方について改善しなかったことの政治責任をその時の政権は負うこととなるでしょう。そして今回の事件は非常に卑劣な犯行なわけですが、この卑劣な犯行に対してこれを称賛したり、もしくは歓迎、さらには次の事件も起こすべきだといったことを言うような、そのような SNS 上の意見なども見られます。というのも、安倍総理が現役の総理大臣のその時からすでにインターネット上には命を軽んじる、命を奪い的なことを軽々しく言う人たちが大量にいたことから、今回の事件においてもそのような軽口を叩く人たちというのがいるのです。しかしこれは非常に間違った考え方です。政策に対する賛成反対というのを自由に言える、それがまさに今の自由民主主義体制なわけですが、そのような自由に意見ができるということは非常に喜ばしいことなのです。私自身も安倍政権における政策でこれがいい、これが悪いといった動画などをこれまでも作ってきました。しかし、それはあくまでも政策についての話であって、その人物そのものを排除しろみたいな話は全く別の話なのです。現代においては自由に意見をすることができる、それにプラスアルファでインターネット上でより多くの人たちにその声を届け、そのことに賛同してくれる人たちに少しでも影響を与えることができれば、それはまさに選挙によって反映されるのです。それこそがまさに言論の力であって、暴力によってあの人物の意見は私とは違うんだから排除しなければならないとして命まで奪う行為というのは全く卑怯極まりありません。それは民主主義ではなく独裁者の思考だと言えます。この動画を作成している時点においては、安倍総理に対する救命措置は継続的に行われていることが報道されています。一刻も早く回復することをお祈りいたします。皆さんはこの事件を聞いてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。